世界のジャパンチャンネルへようこそ。海外の人々から世界一だと称賛される日本のコンビニは海外への展開を広げていますが、反対に撤退するケースもあるようです。今回はそんな日本のあるコンビニが韓国から撤退に関する話題をご紹介します。文化として発達している日本のコンビニはサービスの良さや豊富な品揃え、コラボ商品や期間限定商品の販売に加えて、チケットの購入や宅配便の受付ができるなど様々な魅力があります。国内ではセブン−イレブンやファミリーマート、ローソンなどが有名ですが、その3社に続く国内店舗数ランキング4位のミニストップは2022年5月時点で約2000店舗を構えています。コンビニとファストフード店を組み合わせ、他と差別化を図っているミニストップは、店内で気軽に飲食できるスタイルを確立したコンビニチェーンとなっています。そのミニストップは2022年1月、韓国でコンビニを展開する子会社である韓国ミニストップを韓国ロッテに約305億円で売却すると発表しました。ミニストップは韓国で約2600店を展開と日本より多い店舗網を築いていましたが、2021年には2期連続の最終赤字を計上するなど業績が低迷していました。そして1990年から30年以上営業してきた韓国から撤退し、日本国内とこれから大きな成長が見込まれるベトナムの事業に経営資源を集中する方針を取ったのです。このミニストップが韓国から撤退するというニュースについて、海外の人々からは様々な声が寄せられていました。その一部をご紹介しますので、一緒に見てみましょう。海外の反応。日本企業がまた韓国から一つ消えた。日本と仲が悪いのは本当なんだね。どこの国でもいいけど、撤退は正解でしょ。コンビニ多すぎだよ。弁当もまずいし、正直必要ない。セブンイレブンはまだマシだけど。日本のコンビニのレベルが高すぎるのは事実だ。韓国のコンビニはあんまり印象に残ってないな。日本の技術だけパクって韓国のコンビニとして営業しているんだろ。どこも同じなんじゃないか。ミニストップを舐めてもらっちゃ困る。君はハロハロを食べたことがないんだな。韓国の人は不買運動とかやってるくらいだから喜んでいる人は多いのかもね。ただ働き口がなくなることがどういうことかこれから知ることになるよ。ミニストップが不買運動に参加していたのは大変素晴らしいことだが、それでも日本の企業ということに変わりはない。韓国から追い出される運命だったんだ。そこまでして日本に固執するなんて、本当は日本のことが好きなんじゃないの？私ミニストップが一番好きだったんだけど、お願い帰ってきて日本。日本のコンビニが撤退するなんてこの世も終わりだよね。でもこれって韓国の自業自得なんじゃないの？行かないでくれ。日本のコンビニだけは好きだったから残念だ。進出しておいて撤退だなんて日本も身勝手だよな。いや、そもそも韓国に進出したこと自体が間違いなんだよな。海外の企業は早く韓国から撤退した方がいい。ミニストップが韓国から撤退してよかったよ。僕は日本が好きだから日本が韓国に関わっているだけで苦痛なんだ。韓国市場に魅力があるとは思えないから撤退して正解だと思うよ。
日本企業はすべて韓国から撤退すべきだと思う。国が不買運動を推進しているとか理解できないし、政治家は頭おかしいから。日本企業が撤退して喜んでいる韓国人は働き口がなくなっていってどんどん苦しい状況になっていることに気がついていないのかな。解雇された人たちはかわいそうだけど、韓国のためだから仕方ないよ。何をするにも犠牲は必要なんだから。リストラされた人たちは何も悪くないのに？それってあんまりじゃないかな。でもミニストップは赤字が続いていたんだろ？仕方なくないか？日本のコンビニは世界中で求められているから、撤退して一番被害を受けるのは韓国だと思う。自分たちで追い出したくせに看板とか勝手にパクりそうだよね。それは韓国だけじゃなくて中国も得意技だよな。そもそも話の通じない韓国人相手に商売をするとか無理だったんだよ。以上が海外の人々の反応でした。様々な角度からコメントがありましたが、韓国からは撤退するのが正しいという声が多くありましたね。今回の話題は海外店舗の撤退でしたが、日本の店舗数も減少傾向にあるのをご存知でしょうか。国内のコンビニ店舗数の合計は2022年1月時点で約5万7000店。もともと国営で全国にあるゆうちょ銀行は全国に約5万店舗あるので、どれほど多くのコンビニが全国にあるのかイメージできるのではないでしょうか。コンビニ業界では大手企業への統合や再編が多いものの、ブランド転換がされるだけで店舗数が一気に減るということはあまりありませんが、直近の3年間は少しずつではありますが減少傾向にあります。その理由は明白。利益が見込めるエリアにはすでにいくつものコンビニが出店済みの状況で、日本で新たに出店できる場所を見つけることは困難だからです。コンビニの店舗数が右肩上がりに増えていく時代ではなくなったことから、今後もグラフはほぼ横ばいで推移していくと言われています。さらに海外だけでなく国内でもコンビニの店舗数が減少している理由の一つとして、新型コロナウイルスの影響が挙げられます。例えばテレワークになったことによりオフィス街のコンビニの売り上げが低下したり、遠出をする人が減るなど、コロナ禍で消費者の動き方や購買心理は大きく変化しました。外出自粛で売り上げが低迷している現状を見て、フランチャイズ店舗のオーナーになりたいと考えていた人が足踏みしている現状も影響しているでしょう。こういった経緯もあり、日本のコンビニは出店場所が少なく飽和状態になっていることから、アジアを中心に世界での店舗数の拡大に注力しています。そこで各コンビニの今後の展開を見てみましょう。セブンイレブン。セブンイレブンは日本だけでなく世界一店舗数が多いコンビニでもあり、現在も勢力を拡大中です。2022年9月時点の日本店舗は21,221 店舗。世界全体では71,800店舗を運営しているので、約5万店舗は海外店舗であることがわかります。セブンイレブンが誕生したアメリカでの展開を主軸に、各国のニーズに合わせたフランチャイズ展開で今後も勢力を伸ばしていくことは間違いないですね。ファミリーマート。実は2014年に韓国でのコンビニ事業を撤退しているのですが、再度進出を狙っているという噂があるようです。2014年時点での海外店舗数は 13,975 店舗でしたが、韓国での FC や営業時間に関する規制が厳しかったため、
翌年には5642店舗と大幅に削減。撤退時にファミリーマートは、あくまで海外事業を見直すためであり、韓国の市場にもう一度参入する可能性もあると説明していたので、韓国進出があるかもしれません。ローソン。ローソンは1996年に上海で初となる日系コンビニを展開し、地道な努力を重ねて中国におでんを定着させました。ですが、美味しいけど値段が高いということで、あまり売れ行きは伸びなかったようです。しかし、おでんを串に刺して食べ歩きできるスタイルに変化させたことで大ヒットし、中国のライフスタイルに定着するまでに至りました。今後も中国での展開を考えているようです。ミニストップ。そして韓国から撤退したミニストップですが、現在はベトナムと日本国内での事業展開を進めています。ベトナムのミニストップは新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府による強い規制が行われ、一時的に来店客が減少していました。しかしコロナの緩和と同時に買い上げ点数が増加するなど好調に業績を伸ばしています。今後は日本流コンビニの形態にとらわれず、コロナ禍で変化したベトナム顧客のニーズに対応するために、買ってきたお惣菜や弁当などを家で食べる中食需要の強化など、内食需要への対応を行うと発表しました。ちなみに、ベトナムでのミニストップの店舗数は約150店舗です。日本全体で見ると、コンビニの店舗数はやや減少しているものの、ほぼ横ばいで推移しています。ただ、海外展開においては、アジアを中心に現在も拡大を続けており、日本のコンビニは世界各国で親しまれているようです。また、今回ご紹介したコンビニ以外にも、日本では一部の都道府県やエリア限定で運営されているコンビニもあるので、旅行や出張先で見つけた際は、ぜひ利用してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。